者がラオスとタイを旅行した時に GoPro Hero 7 Black で撮影したやつですね。そう、こんな感じでラオスはお坊さんがいっぱいいたね。そうそう、これは美味しいスムージーだね。このおばちゃんめっちゃ優しかった。さあ、ということでどうもこんにちは。この動画ではあなたが撮影した映像を使っていい感じに音楽に合わせた編集をするちょっとした5つのテクニックをご紹介します。今回ご紹介するポイントはこちら。編集でどんな順番でクリップを並べればいいかわからないという人は今回の動画を参考にしながら何気に撮影した映像を並べてみてはどうでしょう。ちょっとした小技ですが、これを身につければあなたも周りからよっテクニシャンと呼ばれるかもしれませんよ。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。1、同ポジ。同ポジとは同一ポジションの略で人物や物を同じポジションに置いたまま別のシーンへと切り替えるショーのことです。漢字だけ見てオナポジと呼ぶのは恥ずかしいのでやめましょう。同ポジ映像を作る際には撮影の段階で同じ高さの三脚を使ったりガイド線をつけておくと質が高くなりますが、今回は適当に撮影した映像を組み合わせるやり方で説明します。撮影した映像でシーンの切り替えとして同じような画角で撮影されたものをあえて使ってみましょう。テレビ業界なんかではジャンプカットといって嫌われる手法なのですが、ネット動画ではむしろジャンプカットは喜ばれるやり方なのでいいかもしれません。やり方はとても簡単。同じような画角で撮られた映像を2つ準備してこのように重ねてあげます。そして前のクリップの不透明度を下げておいてから両方の人物や物が重なるように位置やスケールの数値を合わせておきましょう。そして不透明度を戻しておいてからクリップの切り替えを作ればこれで完成でござる。簡単ですね。簡単すぎるので調子に乗っても OK。では次です。続いてのシーンの切り替えアイデアは同じようなシェイプなどのトランジションを合わせる方法です。これもオナポジ、違う、同ポジと似ています。先ほどはこのような同じ画角の映像でシーンを切り替えていきましたが、続いては例えば水に飛び込むというこのようなシーンを使います。拙者はこう見えてかなりビビりなので、後ろ向きに倒れるだけでめちゃめちゃ勇気がいりました。何気に怖かったので褒めてもらいたいですね。それはさておき、水しぶきが飛んでくるので、続いてのシーンも水しぶきが飛び散るこのようなシーンを見せていきます。こんな風に次にどんなシーンを入れるか悩んだら、その前のシーンに関することを入れてみるといいかと思います。すると切り替え方が自然だったりしますよ。ちなみにこれはタイの水かけ祭りことソンクラーンで撮影したシーンですね。さあもう一つ。こちらはタイのド派手なお寺の中の仏像なのですが、次のシーンでは木を燃やすお坊さんのシーンへと切り替わります。ここで意識したのが仏像のエネルギーやシェイプもそうですが、オレンジという同じような色を主軸に切り替えをしていたりします。このようにシーンを切り替えるときに関連するもので切り替えてみると面白いアイデアが思い浮かぶかもしれません。ちなみにこの映像の作り方は簡単で、お風呂のお湯を沸かしている間にできちゃいます。お坊さんがカトン豪華級の術をしているこの映像を分けておいて、前半のクリップはマスクで燃え盛る炎のところだけマスクを切っておきます。次のクリップでは不透明度を徐々に上げていくようにキーフレームを作っておくといいですね。そして最初のクリップは下の映像と馴染むようにブレンドモードをスクリーンとかにしておくと、あら不思議。目に見えるほどのチャクラ量が仏像から溢れ出ています。クラマが封印されているのでしょうか。ついでにもう一つ、全く関係のないシーンを撮影した2つのクリップをつなげるために、このようにチカチカするトランジションがあります。これはヒッチコック監督もよく使ったというクロスカットをさらにスピーディーに行っているものです。車に乗っているシーンとその後で見せる旅先のシーンを交互に見せているやつですね。ブルーノ・マーズのアップタウン・ファンクのミュージックビデオでも使われておりますので調べてみてください。では次に参りましょう。続いてはベルティゴズームと呼ばれるものです。これもまたヒッチコック監督の作品めまいベルティゴという映画で使われていた手法で、そこからベルティゴズームと呼ばれています。カメラを前に進めていきながらズームアウトする手法で、めまいの映画が公開されてからあらゆる CM やテレビで使われるようになった手法です。やり方は非常に簡単。編集画面にカメラを前へと進めている映像を挿入します。今回はこのフランス人女性をストーキングしているこの映像を使います。私の友人ジェシカですね。そしたらスケールのところのキーフレームでカメラの進行方向とは逆にスケールが大きいところから小さくなっていくように設置していきましょう。すると空間が奥の方へと伸びていくような現実ではありえないズームを作り出すことができます。非日常を演出したかったりしたときはこのベルティゴズームを考慮してみてはいかがでしょう。
では続いてはシーンの切り替えとしてマスクを使ったトランジションを作ってみましょう。アベノマスクがなくてもできますのでご安心ください。マスクのトランジションは応用次第でいろんなところで使えますので、ここでその基本的なやり方を教えましょう。ということでマスクを切るときにもちろんプレミアプロで編集してもいいのですが、クリップを右クリックしてアフターエフェクトコンポジションに置き換えというところでアフターエフェクトで編集していきましょう。こういう細かい作業はアフターエフェクトの方がやりやすかったりします。CC2020 年はこんな紫の車が走って誰かが乗っている飲酒運転の人の感覚でしょうか。さあ、そして開いたファイルを Mask と分かりやすくしておいてから編集開始でございます。もうやり方は至ってシンプルですが、今回は解説しやすくするために、この映像はもうキーフレームを固定して動かなくしてしまいます。もはや静止画です。そしてペンツールでくり抜きたい部分を囲んでいきましょう。廃車になった気分ですね。喉チンコは先日切除したので見当たりません。さあ、するとこのように切り取れましたので、マスクは反転してあげることで、喉の部分をくり抜くことができます。ぼかしを入れて馴染ませてあげましょう。さあ、これで喉が真っ黒、ザブングル加藤。ということで、プレミアに戻るとすでにくり抜かれておりますので、この下に次のシーンとなる映像なんかを入れちゃったりします。そしてこの口の中へと吸い込まれて次のシーンへと切り替わるのですが、この時に普通にスケールでズームするのではなく、エフェクトの中にあるトランスフォームを適用してこれを使ってズームさせていきます。ズーム疲れにご注意。トランスフォームのエフェクトはブラーがかかるからリアルに見えるのです。ということで、あとは通常の使い方と同じですが、スケールとかアンカーポイント、もしくは1のキーフレームで拡大されて次のシーンを映していきましょう。次のシーンもやっぱりジェシカ。ちなみにスケールとかアンカーポイントの動きは終わりのところを Easy Ease In、始まりのところを Easy Ease Out とかを使って滑らかにしつつも終わりの方でスピードが上がるようにするといい感じの動きが出来上がります。ビュンといった感じですね。口の中に潜入。そして下のシャッターアングルの数値を360とかに上げておいてから、こちらのチェックを外すことによってモーションブラーのようなものが追加されるようになります。次のシーンのジェシカもついでに拡大させておくと動き的には自然に見えるかと思います。では最後にスピードやカメラの動きを使ったトランジションを考えていきましょう。例えばカメラが左から右へとパンして動いて終わる映像で、次のシーンではカメラが左から右へと動いてから始まるシーンの動画を作っていきます。実はこれは縦とか横の動きだけではなくて、回転するシーンとかがあれば映像内に回転やスケールの動きをつけていって次のシーンへと切り替えるトランジションを作ることもできます。ということで基本的なやり方だけここで見ていきましょう。今回はこのバスの映像を使います。タイとラオスをつなぐ有効の橋ですね。カメラは右から左へと動いたところで終わるようにしましょう。さあ、この時にカメラが左へと動く時にスピーディーに動かしていきたいので、ここで徐々に早送りしていきたいと思います。ということで、右クリックからキーフレームのタイムリーマップの中にある速度というのを選択します。すると、このグリップの横棒が速度のグラフへと変わります。ということで、ここでコマンドをクリックしながら選択してマーカーをつけておきます。そしてこのマーカーの左側を上げていくと、この部分の再生速度がとても速くなります。このような要領で最後にカメラが左にパンされるところでもコマンドでクリックをしておいてからスピードを徐々に上げるようにしていきましょう。さあするとこれで見てみると最後のカメラを振るスピードが速くなりました。これでこれと同じくらいのスピードでカメラを振って次のシーンへと移ります。とその前にカメラを振るのでこれも先ほどと同様にモーションブラーを作っていきましょう。エフェクトの中からブラー&シャープのブラー方向、ディレクショナルブラーというのを提供します。デフォルトは縦のブラーなので方向を90度傾けておいてからブラーの長さのキーフレームを打っていきます。これで横方向にブラーがかかるようにキーフレームアニメーションをつけていきましょう。キーフレームアニメーションはこれまた後半の方でスピードが速くなるように速度グラフを作っていきます。さあ、するとこのようにブラーがブラーしてブラブラします。そこで続いてのシーンとしてカメラが横にスライドしていく映像を後ろに挿入していきましょう。もしこの映像の方向が逆方向だったりしたら速度デュレーションのところとかで速度を逆再生とかにしてあげることでこの方向とかを変えていくこともできます。ただし逆再生にした場合は速度のグラフの編集が難しくなりますのでネスト化をしておくことでやりやすくなります。あとは同じく速度を変更していけばいい感じのトランジションが出来上がります。
実はこれらのテクニックは以前すでに紹介していたりするので、そこにまた戻って細かいところを学んでみるといいかもしれないですね。ということで今日紹介した小さなテクニックを使ってみて、あなたの撮影した動画をまとめていい感じの映像を作ってみてください。さあ、ということで今回の動画は以上。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界を挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。